液晶テレビっていっぱいあるけど、いまいち違いわからないんだよな。そう思われてる方多いと思います。実際違いを知るにはそれなりの情報が必要です。ネット記事や YouTube に情報はあふれ返っていますが、中には誤情報を発信していたり、なんなら店員さんでさえも分かっていないことがほんと珍しくないんです。今回は正しい知識に触れながら、大手5社の液晶テレビの特徴や評判を解説していきます。それではやっていきましょう。それでは早速、大手5社ソニー、パナソニック、 TVS レグザ、シャープ、ハイセンスの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点で液晶テレビを買い替えるとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが頭一つ抜きんでて人気が高く、次いで TVS レグザ、パナソニックでした。ソニーの映像にはファンも多く、人気の高さがうかがえます。ただソニーが圧倒的優勢に見えますが、1年前2年前の集計結果と比較すると非常に興味深く、ソニーをはじめとしてパナソニック、シャープは人気を落としており、代わりに TVS レグザ、ハイセンスの人気が伸びている結果となりました。この2社は今勢いに乗っていますね。たくさんのご回答をいただきまして、皆さんお忙しい中いつもありがとうございます。さて、話を戻して上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはパネルです。画質といえばパネルが最も重要であると言っても過言ではないので、ここは詳しく触れていきます。昨年パナソニックを除くメーカーがミニ LED、量子ドットに対応しましたが、今年パナソニックも対応し、めでたく全メーカー対応となりました。ミニ LED とはもう説明不要かもしれませんが、その名の通り小さい LED のことで、黒の表現力と明るさに貢献するものです。従来 LED のおよそ100分の1の大きさのミニ LED は、従来構成よりも高密度に配置できます。そのため映像の明るい部分と暗いエリアを分けて細かく光らせることができます。逆にこのエリアが大きいと、映像の周囲に少し光が漏れ、黒が浮いてしまうハローという現象が見えてしまい、黒の表現力が損なわれます。そのためこのエリア分割数というのは、ミニ LED テレビの画質を語る上で重要な要素です。さて、各社スペック上はミニ LED に対応していますが、エリア分割数は非公開です。とはいえ、昨年モデルでは65インチで、シャープが1000以上の分割数で抜きんでて高く、ソニーは432、レグザはもっと少なかったことが分かっているので、この点でシャープの圧勝でした。今年のモデルからはソニーが480で改善、レグザも1000以上でシャープに追いつきました。これだけでもだいぶコストがかかっています。なお、ソニーの分割数が少ないように見えますが、ソニーはバックライトの制御に定評があり、その不利さを技術でカバーしています。一方、今年から参入のパナソニックは他社のミニ LED モデルと比べるとかなり劣り、とりあえず出した感が否めません。またハイセンスも海外の最上位モデルはインチ換算で3000分割、明るさ2002との化け物テレビを発表していますが、同モデル名でも日本向けのモデルはダウングレードしてくる傾向なので、パナソニック同様劣るのではないかと噂されています。このように単純にミニ LED 搭載というスペックだけで画質が優れているという甘い幻想はなく、エリア分割と制御技術、これらが合わさって初めてミニ LED である意味が出てくるのです。量子ドットは人間の髪の毛の太さの1万分の1の大きさの人工結晶です。光や電気エネルギーを加えると発光する特徴を持ち、
これがバックライトに使われています。発光色は量子ドットのサイズによって変えられるので、人工的にサイズ調整された量子ドットをフィルムに閉じ込め、青色 LED で照らすことで赤、緑、青の3色光を作り、これを映像に使っています。これはシャチパンが実際に測定した量子ドット採用モデルのカラースペクトルのデータですが、量子ドットを用いることの最大のメリットは優れた色表現で、従来よりも混色の少ない赤、緑、青の光が得られています。これによりテレビの表示できる色の範囲が広がり、結果として豊かな色彩で自然に近いカラーを実現しているわけです。ただ、昨年はこの純色に近い赤や緑の扱いが各社非常に難しかったようで、やたら展示の映像が赤かったりしたトラブルもあったようですが、今ではだいぶ落ち着いています。量子ドットもコストをかければそれだけ純色に近い光が得られるわけですが、それもメーカーポリシーによるところです。なお、昨年のソニーの量子ドットモデルは色表現範囲がやや狭く、レグザなどに劣りましたが、今年からは改善していて同等レベルとなっていることが海外の実測データから分かっています。色の印象は必ずしも色表現範囲だけで決まるものではありませんが、気になる方は量販店で見比べてみてください。次に特徴です。ソニーの特徴はコントラストと X ワイドアングルです。バックライトのエリア制御に加え、明部と暗部で流す電流を制御することで、より明暗をくっきりさせます。液晶テレビで高コントラストを求める場合、エリアの分割数も大いに越したことはありませんが、それは緻密な制御技術があるからこそ成立するものです。ソニーの場合、海外でもその制御に定評があり、得意とする部分です。パネルもコントラスト表現に適した VA パネルです。X ワイドアングルは視野角改善の機能です。VA パネルはコントラストに優れる特徴を持ちますが、弱点として視野角が狭く、斜めから見ると色が白っぽくなり、色抜けしたように見えることがあります。最上位モデルだけの搭載ですが、独自の光学設計により弱点である視野角を向上させます。台所で料理しながらテレビを見るときや、家族で広がって見るときなどは嬉しい機能です。ただ、強い光が反射すると干渉縦縞が見えますので、反射するものがないか、あらかじめ設置環境を確認した方が良いでしょう。続いてパナソニックです。パナソニックの特徴は VA パネルとダブルエリア制御です。テレビの液晶パネルは主に VA パネルと IPS パネルがあります。パナソニックの液晶といえば、安価でコントラストの高い VA パネルよりも一般的に色や視野角の良いことで知られる IPS パネルをメイン採用する唯一の国内大手メーカーでした。それが今年のモデルから VA パネルメインに変更となりました。バックライトも従来のエッジ型から他社と同じ直下型バックライトとなっています。テレビメーカーはパネルとバックライトが一体化したモジュールを外から買ってきています。コストの問題からか調達先を変えたのかもしれませんね。個人的には結構大きな変更でしたが、これも時代の流れでしょうか。ダブルエリア制御は映像の特徴量を見分け、複数の解析パターンを使い分けることで最適なバックライトエリア制御をし、コントラスト向上に加えハローを抑制します。他社も同様な技術が搭載されていますが、パナソニックは昨年までエッジ型の LED バックライトを用いていたことから、ここらのアルゴリズムも刷新されました。続いて TVS レグザです。 TVS レグザの特徴は地デジ画質とタイムシフトマシンです。 4K に満たない地デジや BS、CS 放送は
4K テレビに映し出す際、必ず引き伸ばし処理がされています。ただ単に引き伸ばしだけをすると映像が荒くなり見れたものではありませんが、レグザは引き伸ばしながらノイズ除去をし、解像度を補完してリアルに見せる技術に定評があります。情報番組のテロップなどもノイズ除去され綺麗に見えるでしょう。タイムシフトマシンは同社最大の特徴で、地デジ録番組を数日分録画し続ける機能です。後から好きなシーンだけを好きな時に見れることから、ネット動画を選ぶ感覚で楽しめ、地デジをメインにご覧になられている方から多くの支持を得ています。続いてシャープです。シャープの特徴は N ブラックパネルと AI オートです。他社も搭載しているところは多く、特に珍しいものではありません。N ブラックパネルはパネルの表面に光の屈折率を徐々に変化させる特殊な素材を採用し、外光や周囲のものがテレビに映り込むのを減らします。 AI オートは100万通り以上の映像を学習した AI を活用し、人の顔や空などのオブジェクト情報と映画やドラマなどの放送ジャンル情報を合わせて色彩や明暗を自動調整します。今年から周囲の環境に合わせ、輝度だけではなく階調レベルも自動調整するようになりました。続いてハイセンスです。ハイセンスの特徴はレグザ踏襲と価格です。ハイセンスはもともと画質に定評のあったレグザの映像技術を取り入れ、ホームページなどにもレグザでも実施している多くの画像処理の説明が見つけられます。画質自体はレグザの方が上に感じますが、驚きなのはその価格設定で、他社よりも圧倒的に価格が安く、コスパに定評があります。比較的安価で大型テレビが買えてしまうことから、画質にそこまでこだわりがないライト層から多くの支持を得ている印象です。ハイセンスはここ数年で日本の認知も上がり、だいぶ定着したように感じます。同社の最新のモデルラインナップを見ていると、次の狙いは高級路線で、利益率の高い高性能テレビの拡充を目論んでいるように見えます。なお、各社の色合いとしては、自然色を忠実に再現するというよりは、映えを意識した派手めな色合いにシフトしています。量販店でパッと見鮮やかなものが好まれる傾向があるからです。ただし、映像はあまり派手にすると違和感を感じたり、塗り絵のような映像となってしまうので、各社そう感じないようなラインを攻めている印象です。ただ、シャープのミニ LED ではない通常 LED モデルの絵作りは昔から独特で、全体的に白っぽく暗部も持ち上げ、視認性を高めているような絵作りです。色合いは人それぞれ好みがありますので、どれが良いという正解はありません。ご自身の感覚で選んで良いでしょう。続いてサウンドです。総じて主に下位モデルに搭載されたサウンドは、セリフが少し聞こえづらかったりすることもあり、値段相応なサウンドとなります。よりクリアな音や重低音を求めるのであれば、サウンドバーや本格的なホームシアターの導入をお勧めします。なお、サウンドバーをお探しの方は、こちらの動画でメーカー比較や接続などを詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。各社サウンド構成のネーミングは様々ですが、構成という点では似ています。ソニー、レグザ、シャープは画面下部にメインスピーカー、背面中央付近に低音を担うウーファー、そして画面上部に高音を担うツイーターというのが基本構成です。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されていますが、画面サイズが大きくなると映像の中心点が上がっていくため、映像と音の出る位置が離れてしまいます。上面のツイーターは
この離れてしまった音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感のない音声を楽しめます。この3社は映像と音の一体化である定位感に重きを置いていると言えるでしょうか。なお、今年のモデルからソニーはトゥイーターが毎秒1万回裏から直接叩き、フレーム自体を震わせて音を鳴らすシステムが、レグザは自動運転技術にも使われているミリ波レーダーにより、人の視聴位置に基づいてサウンドのバランスを変えるというユニークな機能が搭載されています。全然関係ない話ですが、シャチパンも小学生の頃、母親に叱られた時、ダスキンの棒でお尻を直接叩かれてました。ソニーより多分いい音出てたと思いますね。ハイセンスは上面のツイーターの代わりにイネーブルドスピーカーが搭載されています。イネーブルドスピーカーとは、音を天井に反射させ、3次元立体音響であるドルビーアトモスの高さ方向の音表現を可能とするものです。イネーブルドスピーカーはドルビー社が細かく角度や特定の指向性の要件を定めており、これをクリアしたものでなければ名乗ることができません。そのためドルビーアトモスのサウンド再現性は高く、立体音響に重きを置いているサウンドかと思います。パナソニックは昨年モデルではあったイネーブルドスピーカーがなくなり、代わりにウーファーが追加されました。ウーファーが追加になった分、明確なグレードダウンというわけではありませんが、イネーブルドスピーカーの出来が良かっただけに残念です。他社の構成と比較してしまうと見劣りするでしょうか。続いて価格です。各社の上位モデル55型と65型の現価格を記しています。上がミニ LED モデル、下が通常 LED モデルです。価格差が大きいので両方紹介しています。テレビはかけるコストによって明確に性能が変わるので、なかなか比較は難しいですが、ソニーが全体的に高い傾向で、次いでレグザ、それからパナソニック、シャープと続き、ハイセンスが安めです。昨年からの流れとしては、ソニーは昨年のモデルが高すぎたのか価格を抑えめに、パナソニックは今年構造変更してきており、2023年は低価格路線が主軸でしょうか。レグザは高価格帯のモデルが拡充され、ハイセンスもミニ LED モデルの上位モデルを投入してきましたが、価格バリューはこのクラスになると薄いと感じます。口コミではレグザ、シャープのコスパを褒める声はありましたが、ハイセンスが最も多く感じました。各モデルの参考価格については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。ソニーは画質を褒める声が多かったです。色鮮やかで高コントラストな絵作りは万人に受け入れやすい画質でファンも多いようです。昨年ハローが目立つと海外で不評だったミニ LED モデルも今年のモデルでは改善しました。もともとソニーはバックライトのエリア制御に定評があり、むしろ昨年の指摘の方が珍しかったわけですが、エリア分割数は500前後なので決して多くはありません。そのため映画の暗部表現は素晴らしい反面、字幕には少しハローは出てしまうようです。ここらは仕方のないところでしょうか。それから Android OS 搭載のテレビということで、ネット動画配信サービスが充実していることが好評でした。一方、悪かった意見としては、Android OS の場合、自由にさまざまなアプリをダウンロードできますが、Google の動作検証が十分に行われていないようで、動作が不安定になることがあるようです。他に悪かった意見としては、録画機能が弱く、オートチャプター、早見再生に対応していません。それからテレビからレコーダーへのランダビングにも非対応なのが残念という声が見られました。
テレビからハードディスクに録画したものはテレビかハードディスクどちらかが壊れたら終わりです。保存しておきたい番組があればレコーダーに録画する必要があります。また価格も他社より高めであること、エリア制御には定評のあるソニーですが、他社は1000超えのモデルが増える中、少し見劣りするという意見がありました。続いてパナソニックです。転倒防止スタンドが良いという声がありました。底面の吸盤がテレビ台との間を真空に近い状態にし、倒れにくくします。吸着のオンオフはスライドスイッチで切り替えることができます。それから2画面表示できる機能が良いという声がありました。使っている人がどれだけいるかは分かりませんが、今年のモデルではパナソニックくらいしかこの機能を有していないでしょう。また番組表の見やすさが賛否両論でした。悪かった意見としては、他社と比べて全体的に特徴が弱いという意見がありました。同社の有機 EL テレビと比べると力のかけ具合も明らかに弱く感じ、そのためか価格も年々下がっているように感じます。それから視野角に優れる IPS パネルが今回廃止となったことが残念という声がありました。実際にはレグザやハイセンスが主に採用しているであろう ADS パネルもほぼ同等の特性を持つので、唯一無二というわけではありませんが、インパクトはそこそこ大きかったようです。続いて TVS レグザです。全体的にコスパを褒める声がありました。他社ではミニ LED と量子ドットシートがセットとなっていて高価格ですが、ソニーと同じく量子ドットのみ対応したコスパモデルもあります。それからタイムシフトマシンが搭載されていない下位モデルでもユーザーの好みに合わせて自動録画、おすすめする見るこれという機能があり好評でした。番組表も文字の大きさと情報量のバランスが良いという意見が見られました。録画機能においては他社の一歩先を行っている印象です。この量子ドット採用のモデルや録画機能はこちらの動画で実機レビューしていますので、気になる方は後で概要欄から参考にしてみてください。悪かった意見としてはリモコンが聞きづらいという声がありました。Bluetooth がなく赤外線センサーだけでの操作となりますので、障害物などで遮られると聞きづらく感じることもあるでしょう。それから昨年のミニ LED モデルの明るさや分割数が少なく迫力に欠けるという声がありました。昨年はソニーやシャープに遅れを取りましたが、今年はモデルのナンバリングも上げてきていますので、これがレグザの本気モデルということなのでしょう。次にシャープです。レグザと同じくコスパが好評でした。それから番組表が 4K で作られていて良いという声がありました。表示情報量も多いです。それからソニー同様 Android OS ですが、最近のモデルで RAM 容量を増やしたようで、それのおかげなのか動作が安定しつつあるようです。一方、悪かった意見としてはゲーム機能が弱いという意見がありました。表示遅延スペックも他社と比べて伝統的に遅く、また 4K120p 入力対応とスペック表には書いてありますが、解像度を諦めるか、映像の明暗表現を落とすか、120p を諦めるかの3択となりますので、ゲーマーの方は要注意です。それから画質が独特な味付けのせいか、画質調整がしにくいという声がありました。続いてハイセンスです。なんといってもコスパを褒める声が圧倒的に多かったです。画質は他社を凌駕しているわけではありませんが、価格ほどの差は感じない方も多く、それが購入動機となっているようでした。UI や番組表もレグザに似ており、扱いやすいイメージで、また
メーカー保証が3年で長いと好評でした。何もつけないと1年のところが多いです。ただテレビは壊れやすい家電なので、可能であれば長期保証をつけた方が良いと思います。悪かった意見としては、レグザにはある録画の30秒送り10秒戻しのスキップ機能が欲しいという意見がありました。それからリモコン文字やボタンが小さく使いづらいという声が一部にありました。テレビはトップレベルで選ぶのが難しい家電です。そのためレビュー動画などを参考にされる方も多いと思いますが、海外ではもはや当たり前になっている明るさの測定や色表現のスコアなどを日本の YouTube や Web 記事ではほとんど見かけることができません。ただ画質がキレイキレイいっている動画や記事が溢れ返っていますが、それはシャチパにとってあまり価値がないだけではなく、なんなら視聴者である皆さんのミスリードも引き起こしかねないんです。日本の YouTube はレベルが低いと言われるゆえんでもあります。嘆かわしいことです。昭和や平成初期なんかは神の目を持つエンジニアさんがいて、画質の良し悪しを決めていたと聞いたことがありますが、今の時代は測定器も充実していますので、現場は測定値も使ってもっとシステマチックに開発しています。今や画質は数値化でき、そしてそれぐらいスペック値は重要なんです。どのテレビメーカーもこの辺りのスペック値を公にはしませんが、これからもシャチパンは自分で測定してスペック値を動画で公開していきますので、ぜひ参考にしてみてください。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去3年間集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。各社高い点数で推移していますが、今年は少し動きがあったでしょうか。ソニー、レグザは横ばいで変わらず、パナソニックは点数を戻し、ハイセンス、シャープは点数を少し落としました。シャープの特徴でもあるコスパはハイセンスに押され気味。パナソニックは今回点数を上げつつも、今年大きな構造変更があったので、来年以降どう動くのか要注目。ハイセンスが今年点数を落としたため、各社混戦の中、わずかに今年はレグザの点数が一番高かったです。さて、まだご紹介できていない項目は多くあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。なお、一部のメーカーラインナップおよび実機レビューについてはこちらの動画で紹介していますので、興味のある方は概要欄から参考にしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。